本日はですね、こちらのちくわ、こちらを使って今回は巻いて焼くだけじゃないですね。このちくわに刺して焼くだけ、ちくわとえのきの磯辺チーズ焼きやっていきたいと思います。はい。でまずちくわをでね、中身をたくさん入れたかったんで今回ちょっと太いやつにしました。中にね、今回えのきを巻こうじゃない、刺そうと思ってるんで、シャキシャキ感を生かすためにもちょっと大きめのやつにしましたね、ちくわは。でまずえのきは普通に下落として、もう取り出しちゃって、えのきでちょっと余分に飛び出させたいので、ちくわは縦半分これカット。このちくわの中にえのきを適当に取ってもう刺しちゃいます。入るだけ、こんな感じ。えのきを刺します。もう普通にもう大体これくらいですね。えのきに入れていきます。えのきにじゃない、ちくわに入れていきますね。こんな感じでちくわにえのきを刺します。たったこれだけ。これだけでもね、えのきのシャキシャキ感はあるんで。じゃあこんな感じでちくわ全部えのき刺しました。でえのきはだいたい半分くらい余ったので、ちくわ今回6本分ですね。半分に切って12個分まできてるんだけど、でえのき半量、普通に1パックの半分の量でできたので、余ったら普通に焼いて食べちゃってください。じゃあこちら火にかけていきます。ではフライパンにバター 40g 適度に溶かしましたら、もうちくわどんどん入れてって、すいません、バター40じゃない 20g でしたね。4かけ入ってるから40だと思ったら、これ4かけ分は1つ 5g でした。ニトリさんのバターカットできるやつ、バター 20g ですね。でバターも全体的に馴染んだら、ちょっと焦げ目つけたいと思います。で火は中火で、最初はね、とりあえずこのちくわに焼き目をつける作業ですね。あ、いいね。じゃあえのきにいい焼き色がついたらちょっと火を弱めて、えのきじゃない、ちくわだね。はい、お酒を一回しほど入れて蓋をしてちょっと1分ほど蒸し焼きにしていきます。では1分ほど経ったら蓋を取って、そしたらもうえのきがねちょっとしんなりしてるので、はい、火弱火にして、ここにお醤油小さじ1杯ちょっと絡めて、でここに青のり、こちらは適量なんですけれども、気持ち多めで絡めてあげてください。香りもねしっかりするんで OK。 ちょっとたっぷりめで改めて絡めます。いいね。はい、じゃあ青のり絡んだら一旦こちら取り出します。では取り出したフライパンにもうこのまま使っちゃって大丈夫なんですけれども、チーズを、こちらミックスチーズちょっと巻いて、薄い膜みたいな感じでねチーズを作っちゃいます。元が 200g なんで50g ぐらいかな。でチーズを入れたら、この上に先ほどのちくわたちを戻します。中火にかけてちょっとチーズがね溶けて薄くとろけるまで待ちます。で火はね強火にしちゃうと焦げちゃうかもしれないので、中火で様子見てあげてください。
ではこんな感じで、ね、チーズがちょっと硬くはなってきた感じで、まだちょっととろけてる感じなんですけども、今回ねこのティファールのフライパンでやってるんで、もうフライパンごとこうバッて出せるから、今回こちらでもう完成で、もあとはねちょっとチーズをこうやって絡めながらお酒と一緒に食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。今までで一番食べるまで早かったなかった。簡単。じゃあ乾杯。よし、じゃあいいよ。一緒に食べよう。じゃあ熱いうちに。今もうね羽餃子みたいな。そうチーズが絡んでます。じゃあいただきます。俺えのき料理でトップレベルに好き。抜群にうまい。青のりマジでうまい。このちくわと青のりの相性最高じゃん、でこのえのきとバターの相性も最高じゃん、それをくっつけてくれてるチーズもう無敵。うまい。しかも超絶簡単。もうえのき好きにはたまらないもんだけど、やっぱちくわのねレシピってさ結構さ単純になりがちじゃん、こういう風にちょっとねチーズさらに加えるとねめっちゃうまいね。えのきがコリコリじゃないけどさシャキッとしてるしさ、めっちゃうまい。うわこれチーズもっとたっぷりでも美味しいだろうな待って裏側見て、いい焦げ目。チーズしかもフライパンを出してるからもう熱々うまっ。熱々だし洗い物も少ないし、お父さんの酒の魚にも最高だよ。最高でお子さんも絶対好きなんだし。絶対好き。間違いない。いやこれ青のりはマジでたっぷりがいい。かけすぎぐらいでいいよね。っていうかさ本当にさこのシンプルな調味料でこの味はやっぱすごいね。だってバターと醤油と青のりだけだもん、ね基本的に。まあ蒸し焼きでねお酒は入れてるにしても、このえのきえのきが抜けたけど今チーズとともに待ってこうちゃん完璧。今これ羽餃子みたいになってる。すごいよこれ見えないかもうすごいよこれ。いいよ。ほら羽餃子みたいになってます。今これちくわが3つ連なってますね。待って俺このチーズの部分食べたい。オッケーオッケー。これもらっていい？もうこれほぼチーズです最高です。いただきます。フライパンでやると後にチーズが硬くなってくるのもいいね。やばいたまらない。足んないね。結局こうなるんだよね。大丈夫だ。人数もある。最後は人数分最後は1個じゃなくて余ってるから。今この場でフラットで考えて。どういうこと？残り3つこれ2つがこれもう食べちゃったからもう人数分じゃなくなった。じゃあ確かに今回ちゃんと偶数揃えてたから、最後じゃあ俺がこのチーズたっぷりもらうからじゃあまたこれあげるめっちゃうまい。でも本当にじゃあ最後一口いただきます。ということで本日はですね刺して焼くだけでできるちくわとえのきの磯辺チーズ焼きをこちらに作っていただいたんですけども、やっぱねフライパン一つでね焼いて、しかもそのままね提供できるっていうのはすごく洗い物も少なくて済むし、これからの暑い季節にはね主婦の方には喜んでいただけるんじゃないかなというのと、あと本当にシンプルな料理なんですけども、もうそれぞれのね食材がすごく引き立ててお酒にすごい合うおつまみになってると思うので、ぜひ皆さん作ってみてほしいと思います。あとお子さんも絶対好き。この味はたまらないと思います。じゃあ皆さん
以上です。はい最後までごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。